シャララララ、歌を歌おう。みんなでさ、手をつないで。ドラえもん、世界中に夢を、そう溢れさせて。こんにちは、アンゴラです。今回のではこれです。ドーン。ドラ猫が今年最大7482倍に爆上げ。今も開花。ドラ猫は2025年のビットコインバブルに向けて開発された日本の暗号資産です。イメージキャラクターがドラえもんに似ていて愛着を持つ人も多く、先月4月にツイッターのトレンド入りをして日本で話題になりました。開発者の挨拶、ドーン。こんにちは。私は日本人です。私は英語を書いたり読んだりすることができません。そしてもちろん私はコードを書いたり絵を描いたり CG アートをすることができません。そんな男でも Web3 になれば世界で活躍できる。それをあなたに証明してみせましょう。そして私の知っているすべてをあなたに教えましょう。開発者、たかし。チャット。のび太め。ドラ猫世界中に夢をそう溢れさせて。これはドラ猫の冷やしです。今年2023年1月21日に分散取引所に上場して、価格は 0.00000009611ドル。0.0000 は数字の大きさが分かりづらいので、小数点以下17桁目を1桁目として読みます。つまり1月21日の価格は9611。3月13日に大きく上昇して、終わりには66万5700。4月中旬から下旬にかけて爆上げして、4月28日に最高値7191万をつけました。上場日の価格から7482倍。3月13日の価格から108倍。このようにドラ猫は今年2023年に度肝を抜く爆上げをして話題になりました。最高値をつけた後暴落モードに変わり、最高値後の安値は5月14日につけた1007万。最高値からマイナス 86%。どら焼き。現在価格は1385万。3月13日の価格から 20.8 倍の上昇です。次に、この後再び爆上げして最高値を更新する可能性について考察します。ずっと。これはドラ猫のシステム概要図です。下に書かれているホドラーは保有者、つまり投資家のことです。投資家がドラ猫を買う、または売る、または送金すると、スマートコントラクトによって取引量の 6% が税金としてスーパーホドルシステムに送金されます。そしてスーパーホドルシステムは集まった税金すべてをドラ猫の保有者に還元します。保有割合に応じて還元されるため、たくさんドラ猫を保有している人の方がたくさん還元されます。このようにドラ猫保有者はガチ保しているだけでドラ猫の枚数が日々増えていくので、それが長期保有のインセンティブになり、価格にプラスの影響を与えるのがドラ猫の特徴です。以上を参考にドラ猫が再び爆上げして最高値を更新するのかを予想すると短期は無理。長期は開発者次第だがと予想します。ドラ猫の会社ホームページやツイッターを確認した限りでは、おそらく一人でトークンの発行方法を勉強してドラ猫を開発し、マーケティングはコミュニティメンバーに支えられています。また自己紹介では英語の読み書きやコードが書くことができないと記載しているので、これが事実であれば現在の開発力はまだ最弱の状態にあると考えられます。ずっと。これはドラ猫のトランザクション履歴です。UTC 時刻の1月21日午前8時に1京米が発行されました。K は超の次の単位です。
発行してから約50分後に7000兆枚の流動性供給をし、直後にドラネコの購入が始まっています。1回目は約26兆枚を約3ドルで購入。その日の合計は1743兆枚。時価総額の最高到達点は 0.00000007191 ドル×1京枚イコール719万ドル。日本円で9億6000万円。719万ドルは現在のコインマーケットキャップのランキング800位台です。モナコインの現在の時価総額は4300万ドルなので、ドラネコの時価総額の最高到達はモナコインの約6分の1くらいまで迫ったことになります。現在は最高値からマイナス 80% のところまで下がっていて、今から再び爆上げして最高値を超えるのに必要な資金力と、4月の爆上げで最高値をつけるまでに必要だった資金力を比べると、今から最高値を超えるのに必要な資金力の方が圧倒的に高いと考えられます。なぜなら、最初はホルダー数が少なく、最高値をつける前の真空状態の時は含み損の人がほとんどいないため、売り圧が低くなりやすいからです。一方、最高値をつけて 80%、90% 暴落した後は、ホルダー数も含み損の人も増えていて、暴落売りの時も通常通り 6% 還元でばらまかれています。そのため、これから価格が上昇する時の売り圧力は4月の時より高いのは明らかで、モナコインの6分の1の時価総額までドラネコ価格が再び上昇するのはそう簡単にはいかなそうです。今回高値掴みをした初心者の方に一つ参考になる過去の詐欺業者の手法を紹介しておきます。なお、この手法はドラネコの話ではないので誤解しないでください。まず、詐欺業者はプログラマーに依頼して最高インを作ってもらい、そのコインを仲間で分け合い、どこかの取引所に上場させます。その後、みんなでカエルの歌を大合唱します。カエルの歌が聞こえたくたが聞こえたくたが10倍100倍インフルエンサーに詐欺コインを渡したり、エアドロップすることで大合唱をより大きくします。大合唱が成功すると、次第に投資家がやってきて最高インを買い始めるので、詐欺業者の仲間たちは合唱を続けながら最高インが暴落しないよう一気に売らずに少しずつ売り続けます。そして価格がピークを迎えそうになったら、詐欺業者は最後の一絞りに大量に売って価格を暴落させます。詐欺業者はお金を騙し取ることに成功したので、あとはホルダーを励まし、開発しているふりをしながらフェードアウトしていきます。ドラネコ開発者のバックに詐欺業者がいるのかを予想すると、いないと予想します。いないと予想するよりは、私の勘です。AMA を聞いたなど、バックに詐欺業者がいるなら、もっとマシな自己紹介やホワイトペーパーを作るはずです。しかし、バックに詐欺業者がいないからといって価格が上がるとは限らず、過去にコミュニティメンバーに支えられた日本の暗号資産プロジェクトでも衰退して無価値になったコインがあります。例えば、2018年に発行されたナンジェコインとキズナコインは、たくさんのコミュニティメンバーに支えられ、暴落した後も頑張って開発を続けていましたが、次第に注目されなくなり、プロジェクトも衰退して、無価値のコインになりました。ドラネコは買っても売っても送金しても 6% が税金として取られるので、ユーティリティトークンとして普及することで価格が上昇することはありませんが、ドラネコ開発者の高橋氏は今後もずっとドラネコの開発を続けると言っていて、それが本当であれば、数年先や十数年先に何かが起きるかもしれません。なので、今も買いかの回答は、高橋氏が店番からフェードアウトせずに何かを成し遂げる方にかけるなら買いという結論になります。高橋母ちゃん勘弁。以上、ドラネコは今年7482倍に爆上げ。今も買いかでした。ちなみにドラえもんの誕生日は2112年。ビットコインの発行枚数が上限に達するのは2140年です。この動画が参考になったらグッドなします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。
Twitter では暗号資産の速報をしているのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。